そうです、そうですね。なんかお好きななんかこう、イメージの、はい。なんか理想のギターサウンドってあるんですか？誰々あ、が。まあ、いや、まあ、それも言うてもこう、まあ、研究中なんで、今うん。がこう100%それになってますって言ったら、ちょっとまだ研究が足んないなとは思ってるんですけど、うん。でも、まあ、後で詳しく言おうかなと思ってたんですけど、まあ、このセッティングに、まあ、今、PB のヘッド使っうんうて、ん。で、こう、オレンジのキャビ使ってっていう、このはいはい。組み合わせで、結構こう、前にドンっていううん。出るような音には慣れてるかなと思いますうーね。ん。なんかこうギターサウンドでうん。影響を受けたアーティストとかいらっしゃるんですか？アーティスト、サウンド、サウンドか。サウンドですよね。うん。サウンドは難しいですね。でも構、結構誰一人に偏ってこの人の音にしようっていうよりは、なんかいろんな人の音源聞いうん。て、まあ、ライブ行って、あ、うちこういうなんていうの、要素も好き。こうん。れもちょっと自分出せたらいいなっうん。ていう、なんかいいとこ取りを自分なうりにーん。していってって感じで、こう、誰のことってわけでもないんですうけど、ーん。あ、そうなんですね。結構じゃあそう、いいとこ取り、いろんいいとこなアーティストに取りみたいな。影響を受けてたり。そうですね。あんまり本当うん。に結構聞かれるじゃないですか。こう、うんうんどのギタリストに影響を受けましたかうん。とかも。うん。あれも結構うち難しくって、なるほどね。結構いろんないいとこ取りしてきたな、ってみたいな。決それが一番めれないしな、みですよね。たいな。うん、そうそれで自分そうそがこう形成されていくと。う。そうですね。なるほど。で、さっきちょっとお話あった、その、ピービーと、オレンジの組み合わせ。これもなかなか珍しいかなと思うんですけあ、ど、そうですか。なんね。か、うん。PB ジャパンに遊びに行った時に、はいはいはい。まあいろいろ弾かしてもらって、まあ今使ってる6505プラスのやつが結構いいなと思ったんですよ。うんうで、ん。当たり前だけど PB さんだから、まあ PB のキャビで鳴らすじゃないですか。はいはいはいで、はい。もちろんそれも良かったんですよ。良かったんだけど、こうなんですか、キャビから、こう、わかりますドーンじゃなくて、はいはい。ちょっとこう広があはる。ははは。まあでもそれが好きっていう人もいるんうんうん。だと思うんですけど、うちはもうちょっとなんかキュッてしてドーンってしうーていきたいん。なって思ってて、で、もともともうオレンジのキャビとヘッドは持ってたんで、う自分ん。のヘッドでこの PB 鳴らしたらうん。どうなるんだろうなと思っうん。て、ちょっとPB お借りして、まあ、スタジオで自分のキャビで鳴らしてうん。みたんですよ。うん。なら、さっき言った通り、ちょっと広がってたものが、こうタイトになって、うん。ローとかも締そまって、まっすぐドーンみたいな。う。へまあ、だからえ。逆に言うと、そのアンプじゃないや、キャビの、その、一直線上からちょっとでもずれると割と音聞こえないみたいなああ、なるほどなるぐらいにほど。なるんですけど、まあその、多分オレンジのキャビの特徴だと思ううんんですけど、うんうん。本当にまっすぐ音を飛ばす、飛ばしがちってなんて。そうだし。なんかあすごい、の、特徴うん、的ですよね、オレンジのキャビってね。そうだ。うん。多分本当に重たいんですよね。うんうん。で、まあ、その、ごつい。あの、あ、そうそう、なんかそう、木も結構ごついんですよ。そう。で、まあ、多分その、無意味なうん。重さじゃないんでしょうね。なんかその、ああね。ローも閉まって、ちゃんとこう前に音を飛ばすっ飛ばす。ていう、そうそうそう。なんかそういう印象なキャビなんで、結構自分は p ビーとのうん。相性は結構いいなと思っ理想的な、て、もうハマっで、たって感じですね。ハマったって感じですね。なんかへえ。で、聞いてると、はい、ピックアップの砂利感とかね、音のはい。直進性とかって、そのレベルの話してるのってもう、中年のピックアップのオタクとかそのレベルぐらい、すげえ詳しいですよね。いや、普いや、通だったらわかんない。なんかもっと割と大味な感じなんですけど、結構具体的にこう出てくるっていうのはかなり研究、日夜してるタイプと俺見ましたあ、ね。本当ですか。なんか、割と。うん。ものの名前とか、なんかこの、なんとかシリーズのなんとかっていう名前でっていう、こう、なんかパーツの名前とかなかなか覚えれないんですけど、このイメージ、音のイメージとうんうか結構、んそういうのでこう、把握してるタイプなんで、うん。へなんか、え。そうですね、なんか、すげえ。あれとか言って、それとか言って、ローディさんに何それとか言われるんですけど、それがなんかキュッてするからいいじゃん、みたいうな。なんーん。かそうはいはいはいいう、はい。こ耳と直うん感でうん。判断した方が、なんかいいかなってうん。思ってます。
いやー素晴らしい。素晴らしいですね素晴らしいな思いますやっぱか？それはバンドのカラーだったりとか、まあ、相方さんもね、もう一方、ね、ギタリストいらっしゃるんで、まあ、その、こう、なんか住み分けみたいなのもあったりするんですか？そうですね。まあ、緑は、もう一度来た緑は、ケンパー使ってるんですね。そうなんですね。で、まあ一応ケンパーで、PB の音のプロファイリングの、まあいろいろいじってはいるみたいなんですけど、結構デジタル、なんかデジタルっていうんですかね。結構ドンシャリめ、ドンシャリめの方に行くんですね。なんで、うちは、そのミッドの強い回のパッコーンっていう感じの音の方を出して、そのギターの音の層が、なんか、被らずに、なんかいい感じにレンジがあるような感じにはなってるんじゃないかなと思ってるんですけど、なるほど、どうなんでしょう。まさにそうじゃないですか。今のセット聞いてたら、絶対こっちのね、真ん中のとこバーンって出るようなそうですね。イメージだし、で、また V もね、そういう傾向のギターだし、そうですね。よりそっちに行くんじゃないですかね。そう。で、まだこの V が自分の古着材で鳴らせてないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと早々に鳴らしていきたいと思ってるんですけど。はい。面白いですね。なるほど。足元の方はどうなんですか？アンプと。まあ、ボードを組んでるんですけど、まあ、基本的には PB で音作って、で、ちょっとここ欲しいんだよなーっていうのを、ちょっと、なんですか、まあ、ディストーションのペダルといって、オーバードライブのペダルで、ちょっと足すんですね。なんか、ゲイン感を足すっていうよりは、なんか、これも、なんか、うちの中の頭の話で申し訳ないんですけど、なんか、このハイの、この気持ちのとこ欲しいんだよなーってこういじる感じ。そうそう、ここ足したい。で、ここのミッドもちょっと欲しいんだよなーって時にちょっとそこでいじいじしてみたりとかして。で、アンプの歪みと組み合わせる。そうです、そうです。だからもう、ペダルの方ではゲインを足すっていう使い方よりは、なんかちょっとなんかトーンとかのつまみあるじゃないですか。なんかそういうとこで、そうそう、ここを上げたかったんだよね、みたいな感じでやったりとか、で、あとは、もうディレイと、ブースターと、あとワウペダル。なんで、意外とシンプルかもしれないですね。組み分けも自分でやってらっしゃるんですか？そうです、そうです。で、ボスの、ペダル、なんていうんですか、フットスイッチ。